こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は、あえて空間を埋めず、ゆとりを大事にされているお宅のルームツアーをご紹介します。このチャンネルでは、収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回取材したのは、2階建ての戸建てに4歳の息子さんと3人住まいのお宅です。カフェのようなお家を目指して2年ほど前に今のお家を建てて住み始めたそうですが、当時は忙しい保健師のお仕事と慣れない育児との両立のストレスで服を買い込んでしまっていた時期もあったのだそう。そしてついにキャパオーバーになって体調を崩してしまった時に、自分にとって本当に大事なものは何かということをノートに書き出して整理したら、実は洋服は自分にとってそれほど大事ではなく、それよりもお茶やコーヒーをゆっくり飲みながら本を読んだりできる時間や空間のゆとりが大事だということに気づいたのだそうです。今回はそんなものよりもゆとりを大事にされているこちらのお宅のお住まいの様子を詳しくチェックしていきます。まずはリビングです。すっきりしていてとても居心地が良さそうなこちらのリビング。ダイニングテーブルの上もなるべく物を置かないように意識されているそうで、置いておくのはティッシュとリモコンだけにされています。また、キッチンカウンターの上もウェットシート以外はちょい置きのものもなくてすっきりされています。こちらはリビングの一番奥にあるカウンタースペースです。こちらのカウンターの一角には木製の蓋がついた可愛いボックスを置かれていて、このボックスの中に使用頻度1軍の小物を隠して収納されていて、これも生活感が出ないポイントになっています。ちなみにこのカウンターの前にあるコルクボードにパパにチェックしてほしい書類などは貼っておくようにしているそうです。また玄関から入ってすぐのところにコンセントがあるニッチスペースがついていて、こちらをスマホなどの充電スペースにされているそう。これならカウンター周りがケーブルでごちゃつくのも防げそうですね。なお、こちらのお宅ではテレビ台を置かずテレビスタンドをお使いになっていて、その手前に掃除グッズやマッサージグッズなどを最低限リビングで使うものだけを置かれています。続いてこちらはおもちゃ収納コーナーです。リビングにある唯一の収納家具となっているこちらのおもちゃコーナー。ここに置いてあるのは一軍のおもちゃだけに厳選されていて、お子さんが大好きな恐竜のおもちゃを中心にスペースに余裕を持って収納されています。その隣の3段のラックに置かれたボックスは電車のおもちゃや車のおもちゃ、おままごとのおもちゃなど種類ごとに分けて収納されています。また、このラックの上に置かれたこちらのボックスには工作の作品を収納されていて、いっぱいになったら古いものから順に写真を撮って処分するルールにされているそうです。続いてはキッチンカウンター下の収納スペースです。リビング内にある唯一の作り付け収納であるこちらのスペース。右側の扉収納はお子さんコーナーにされていて、図書館で借りてきた本やパズル系のおもちゃ、シール類や工作の道具のほか、絵本や2軍のおもちゃを収納されています。ちなみにこちらのお宅では3軍のおもちゃも2階の階段上収納にほんの少しあるだけで、おもちゃの量は全体的に少なめ。おもちゃは新しいものを買う前にどれを手放すかというのをお子さんとしっかり話し合って、決めたスペースの中で入れ替え制にするというルールを徹底されているそうです。そしてこちらはカウンター下左側の扉収納です。こちらは大人のものを置くコーナーにされていて、大人が読む本や2軍の文具や手帳、パソコンやママが仕事で使う小物類、そしてネイルグッズや使用頻度低めのリモコン、ケーブル類などのごちゃつくものを収納されています。続いてはキッチンです。シンク側、背面収納ともに吊り戸棚がないため、広さの割に意外と収納は限られる構造になっていますが、表に出ているものは必要最小限でとてもすっきり。目につくところに置くものは自分がときめくものだけにされているそうで、キッチン家電の色味もホワイト系で統一されているため、すっきりした印象になっています。キッチン家電の上の飾り棚も気分が上がるお気に入りの雑貨だけ置いているそうで、こんなキッチンだったら思わず立ちたくなってしまいますね。
こちらはコンロ下の引き出し上段です。お鍋やフライパンはコの字ラックを使ってよく使うものが取りやすいように収納されていて、吊るせるラックも活用しながら持ち手や蓋なども上手に収納されています。こちらはコンロ下引き出し下段です。ここにはホットプレートなど使用頻度低めの調理器具を収納。続いてこちらはシンクとコンロの間の引き出しです。ここにはピーラーなどの細かいキッチンツールを収納されています。その下の引き出しには調味料を収納。一番下の引き出しはレンジでパスタを茹でる道具だけが収納されていて、キッチンもゆとりを持って収納されています。こちらはシンク下引き出し上段です。こちらは上下に分かれた構造になっていて、上段にはポリ袋や水切りネット、使い捨ての手袋、布巾といった消耗品を収納。そして下段には粉物調味料やざる、ボウル、保存容器のほか、手前側にはラップ類やお玉などの長さのある調理器具を収納されています。また、シンク下引き出し下段には防災備蓄も兼ねて使い捨ての食器を収納されていました。続いては背面収納です。こちらは引き出しが3列分ついた構造になっていて、一番奥側の引き出しは1段目にカトラリー類やお弁当グッズをケースで仕切りながら収納。2段目には両手鍋や鍋つかみ、鍋敷きなどを収納。3段目には水筒や使用頻度がやや低めの調理器具を収納されています。続いて真ん中の引き出しですが、1段目にはお茶碗や汁碗、小さめの平皿など特によく使う一群の食器を収納。2段目には少し深さのある食器やお子さん用の食器などを収納されています。そして3段目には大きめの平皿や来客用のティーカップなどの使用頻度がやや低めの食器を収納されていました。また、一番手前側の引き出しは、その上にコーヒーメーカーや電気ポットが置かれているため、マグカップやコーヒー、お茶類を収納して飲み物コーナーにされています。確かにこれなら動線的にも使いやすいですね。使用頻度が高いものの生活感が出がちなものは、リビングや玄関から死角になる冷蔵庫横のスペースを有効活用。マグネット収納を活用して、クリップや輪ゴム、アイラップ、洗剤のボトルやよく飲む薬を収納されていました。続いてこちらはキッチン横にあるパントリーです。奥側は階段下に当たるため、少し天井が低い構造になっているこちらのパントリー。このパントリーはリビング収納の役割も兼ねていて、2段目の右側は持ち手付きのケースを使って仕事関係の書類や封筒、古紙などを収納。その隣の天然素材のカゴは届いた郵便物の一時置きスペースとして活用しているそう。お気に入りのカゴを使うことでチェックするモチベーションを上げているのだそうです。その左側は中期保管の書類や取説の保管、使用頻度低めの文具などを収納。その下は食品収納スペースにされていましたが、食品のストックはあると食べ過ぎてしまうため最小限にされているそう。買い物は週に1、2回程度にしてまとめ買いされているそうです。そして下から2段目は、お子さんのおむつや処方薬、塗り薬などを収納。一番下の段はスペースを空けて余裕を持たせています。そして奥側は、一番上の段に救急箱や工具箱を収納。2段目、3段目は、取り出しやすい手前側に日用品のストックを収納されていて、それぞれ一つなくなったら一つ買い足すというワンアウトワンインのルールにして量が溢れないようにされているそうです。取り出しづらい奥側は2段目に長期保管の書類や長期保存の食品、3段目に梱包資材などを収納されています。そして一番下の段にはお米や防災備蓄などの重いものを収納されていました。ちなみに奥側の棚の向かい側にはシュレッダーや掃除機も置かれていました。続いては洗面所です。もともとはファミリークローゼットを作ることも視野に入れて設計されていたそうですが、物を減らしたことでファミリークローゼットにするほどの収納が必要なくなったため、
現在は一部をお出かけグッズの収納スペースとして活用されています。では、まずは洗面台周りからチェックしていきます。洗面台の上には必要最小限のものしかなく、掃除がしやすそうな状態になっていて、コップはご家族一人に一つずつフックで吊るして収納。歯ブラシも同じように一人一本ずつ洗面台に吊るして収納されていて、お掃除用のスポンジもさっと手に取れるように壁面に取り付けられていました。洗面台の横にはおしゃれな木製のラックを取り付けられていて、トレイの部分には時計やハンドクリーム、コンタクトを収納。その下のバーにはペーパータオルやドライフラワーを吊るされていました。続いてこちらは鏡裏収納です。奥行き浅めのスペースながら、こちらも比較的スペースに余裕があります。スペースごとに人別にゾーニングを分けていて、右側のスペースはママのもの、真ん中のスペースは主にご家族共用のもの、そして左側のスペースはパパのスペースにされているそうです。そしてこちらは洗面台下上段の浅い引き出しです。ここにはヘアメイク用品や美容グッズ、アクセサリーや普段使うメイク道具が入ったポーチ、ドライヤーを収納。こちらは洗面台下下段の深い引き出しです。こちらには洗面周りのストック品を収納されていましたが、ストックもよく使う使用頻度高めの1軍、2軍のものだけに厳選されていて、3軍のものは持たないようにされているそう。メイク道具も以前はもっとたくさん持っていたそうですが、今はだいぶ減らしたそうです。続いては洗濯機周りのスペースです。チェストの上は洗濯物を畳むスペースとしても使えるようになっていて、チェストにはご家族のパジャマや下着類のほか、お子さんの普段着る洋服もこちらに集約して、自分で身支度ができるようにされているそうです。チェストの上の作り付けの棚は、右側のボックスが洗濯物の一時置きスペース、左側のボックスがバスタオル収納になっていて、その下の段のボックスにフェイスタオルを収納されています。また、洗濯機の横にはマグネットでお子さんのケア用品を吊るして収納。その奥の蓋付きのボックスには、洗濯用ネットや漂白用洗剤を収納されています。そしてこちらは洗面台の向かい側にあるお出かけグッズコーナーです。壁面のフックはご家族の一軍のバッグを吊るすスペースにされていて、奥のハンガーバーにはパパのスーツやアウターを収納。また、ハサミやペン、洋服のホコリ取りなどの玄関周りでよく使う小物もケースで吊るして収納されています。手前側の少し低い位置についたフックは、お子さんの保育園やお出かけ用のバッグを収納するコーナーになっていて、奥にある3段のワゴンは、それぞれご家族1人1段ずつ使えるようになっていて、置き場に困る小物などもここに置けるようにすることで、リビングに女優機を持ち込むのを予防する仕組みが作られていました。続いては玄関です。扉のないオープンな下駄箱がついているだけのとてもシンプルな作りのこちらの玄関。あえて扉をなくすことでワンアクションで靴が出せるだけでなく、見えないからいいやと物を詰め込みすぎてしまうことを予防されているそうです。靴はパパのものが右側の4段分、ママのものが左側3段分、そしてお子さんのものが下1段分とスペースを決めてそれぞれ余裕を持って収納。折りたたみ傘は吊り下げラックに収納されていたり、掃除用品やお出かけグッズはケースにまとめて収納。その他タオルやレインカバーもボックスに収納されています。また自転車の充電器は可愛い椅子の上に置いて収納されていて、下駄箱の一番下の段もスペースを空けられていたため、玄関の床のお掃除もしやすそうでした。下駄箱の手前にはバーがついた構造になっていて、そこにおしゃれなドライフラワーもあしらいながら、長傘やレインコートなどを吊るして収納。マグネットが付けられる玄関の扉にも鍵を吊るしたり、荷物の受け取りに使うペンやカッターなどを収納されていました。そしてこちらは玄関横にあるトイレです。コンパクトな空間ながら色味が統一されたすっきりした印象になっていて、作り付けの棚にはトイレットペーパーやサニタリー用品をボックスで目隠ししながら収納。
棚の下にはここにも可愛いドライフラワーが飾られていました。ここからは2階のお部屋もチェックしていきます。こちらはご夫婦のリモートワーク部屋としてお使いの書斎です。奥にあるデスクの上にはほとんど物がなく、お仕事に集中できそうな空間になっています。こちらの書斎はママのクローゼットスペースも兼ねていましたが、オンシーズンの服はこちらのハンガーにかかっている分だけだそうで、厳選に厳選を重ねた愛着のある一軍の服だけにされています。服の枚数に明確なルールを設けているわけではないそうですが、今あるハンガーの本数以内に収まるように意識されているそうです。下の衣装ケースはオフシーズン服が収納されているスペースが引き出し2段分。そしてそれ以外の段にはママの雑貨類や家電製品を売る時用の空き箱が必要な分だけ収納されています。クローゼットの枕棚も半分以上スペースが空いていてかなりゆとりがあり、2軍のバッグなど最低限のものだけが収納されていました。また、推し活グッズはこちらのボックスに収納されていて、基本的には身につけられる実用的なものしか買わないと決めていらっしゃるそうで、ボックスの中にも十分余裕がありました。続いてこちらは寝室です。将来的に2部屋に分けて使うこともできるように設計されたため、かなり広々としているこちらの寝室。ライフスタイルの変化にも対応しやすいように、あえてベッドではなく布団で寝ていらっしゃるそうです。こちらの寝室のクローゼットも物を詰め込まないように、あえて扉はつけなかったそうで、ゆとりがあってとてもすっきり。左側のハンガーポールには、オフシーズンのアウターや冠婚葬祭用の服を収納。その下にはご実家から持ってきたというママ自身のお雛様が置かれています。右側のスペースにはオフシーズンの毛布やタオルケット、シーツなどの寝具、ヒーターなどが収納されていて、こちらのクローゼットの枕棚もオフシーズンの布団だけでかなりスペースが空いていました。こちらは寝室の隣の洋室です。現在はパパの部屋としてお使いになっているこちらの洋室。このお部屋のクローゼットにはパパの洋服を収納されていて、こちらは将来子供部屋にすることも考えて扉付きにしたのだそう。パパは大事に物を使うタイプだとおっしゃっていましたが、それでもクローゼットの中のものは十分ゆとりがある量に収まっていて、床にも衣装ケース1列分ほどの余白が空いていました。そしてこちらは階段上収納です。こちらは主にお子さんの使用頻度が低いものを収納するスペースにされていて、衣装ケースにはお子さんがこれから着る服や大きめの作品、オフシーズン服などを収納。衣装ケースの横には大きめの3軍おもちゃを収納されています。こちらの階段上収納も上半分はスペースが空いていて、十分余白がある使い方をされています。さらにこちらのお宅にははしごで登るタイプの小屋裏収納もある間取りになっていましたが、重いものは上げづらいこともあり、こちらも一部の季節用品や思い出品があるくらいで、かなりスペースに余裕がありました。では最後にこちらのお宅の収納のポイントについて私の視点から解説させていただきたいと思います。私が感じたポイントは、スペースをあえて埋めない余白作りです。こちらのお宅は3人家族で戸建てにお住まいということもあり、比較的スペースに余裕がある間取りでした。ですが、ご自身が過去に物やタスクを増やしすぎて体調を崩した経験を経て、自分にとって大事なのは時間や空間のゆとりだと気づいたことから、物を必要以上に増やさず、本当に自分や家族にとって大事なものだけに厳選した余白のある家づくりを実践されていました。自分にとって本当に大事なことは何かということにしっかり向き合って優先順位を見つけてきたからこそ、居心地のいい空間づくりが実践できているのだと感じました。いかがでしたか？つい物を詰め込んでしまいがちだという方は、ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルでは、ルームツアー動画で取材させていただくお宅を大募集しています。詳細は概要欄のリンクからご覧ください。最後に、この動画を気に入ってくださった方は、チャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。